箱が届きました。でかい。今回はレビュー動画です。3D プリンターのエレグー様からご提供いただきました。上の箱は 3D プリンターじゃなくて洗うやつらしい。下の箱が 3D プリンター。3D プリンター初心者なのでドキドキです。大地に立つエレグーマーズ5ウルトラという機種です。なんとか机に置けました。まずは梱包を解かなくちゃ。なんだろう、綺麗な模様。これを外すんか。硬すぎ。ここにレジンを流し入れるみたいですよ。持ちづらいのに重い。裏側にフィルムが貼ってあるので剥がします。こちらにもフィルムが貼ってあるので剥がします。ビルドプレートという名前らしい。重い。多分重いから安定するのでしょう。フィルムを剥がします。さて、この箱には何が入っているんでしょうか。ビス工具類、シャワーキャップではなく手袋です。電源アダプター、紙のロード、アンテナ、スクレーパー、丈夫そう。こちらはプラスチックのスクレーパー。とはいえシリコーンみたいに柔らかくなく固め。これは多分大事なカード。USB メモリー、マスク、
さっきのアダプターにつなげるコード。薄い箱にはトレイが入っていました。本体を撮影するため明るいところに運んできました。とてもかっこいい見た目です。ボディに向かって右に各種インターフェースがあります。なんとカバー内にカメラがついていて、造形中のタイムラプス撮影ができるようです。このようにコンパクトな作りとなっています。さてこちらは別の商品です。エレグーマーキュリー XS バンドル。二次硬化のマシンと洗浄のマシン両方が一つの箱に入っています。造形する際に硬化して出来上がったものは完全には硬化できていないようで、プリントできた後で洗浄ともう一度 UV に当てて完全に硬化させる必要がありますってネットに書いてありました。UV 保護メガネ。ケーブルかなと思ったら手元で UV 照射できるライトでした。容器にみっちりと部品が詰まっています。全体像はこんな感じです。左が二次硬化器、右が洗浄機。こちらが洗濯機のような機械。中の羽が回るみたいです。さあ作業場に戻ってきました。アンテナを取り付けます。アダプターを取り付けて3D プリントする前に100均でいろいろ揃えておきました。以下必要かどうかわからないけど、まずはシリコーンのヘラ、シリコーンのマット、3D プリンターの下に敷きます。バケツ、洗浄用、折りたたみだと片付けの時に便利です。アルコール対応の小さいスプレーボトル。無水エタノールは高いので安い消毒用エタノールを買いました。レジンがついた容器や道具を拭くときに使います。シリコーンマットはこんな風に敷きました。スイッチオン。
自動チェックしています。アップグレードしました。しばらく待つと再起動されます。わからないことはやらないようにしましょう。付属の USB にテストプリント用の 3D データが入っていました。パソコン側にソフトをインストールします。このカードの裏をこするとシリアルナンバーが出てきそう。出た。ネットでソフトを探します。どれを選んだらいいのだろう。これは歯医者さんのやつ。付属の USB をパソコンに挿すとソフトが入っていました。チチューボックスプロは有料のようです。93日だけトライアルできるので使ってみます。MARS 5ウルトラを選びます。チチューボックスプロバージョン 2.0 の画面です。バージョン 1.5 だとこんな画面です。チチューボックスプロバージョン 2.0 では左下のこれをクリックすると最初にチチューマネージャーをインストールします。インストール後の画面、自分のプリンターのマネージ画面です。プリンターがオフになっていたのでオンにしました。しばらくするとつながったことが表示されます。ビデオカメラのアイコンをクリックするとケース内の AI カメラの映像が見られます。部屋が丸見えになってしまうためケースにプチプチを貼っています。左クリックドラッグで平行移動、右クリックドラッグで回転できます。スクロールホイールで拡大縮小。設定でプリントの設定数値を変えられます。一番最初はわからないのでそのまま出力しました。左下のこのアイコンをクリックすると
立体のデータがいくつか出てきます。なんかいたな今。なんだこのかわいいのは。いろいろいじって操作になれます。プリントしたいときはまずこの右下のスライスをクリックするみたいです。そうするとネットワーク送信というボタンが出てくるのでクリックします。プリンターを選んで Send をクリック。これで 3D プリンターにデータが送られます。他にもいろいろ入っていますが気にしないでください。3D プリンターのタッチパネルで選んで印刷できます。実際にプリントしてみましょう。フリーで 3D プリント用のデータをダウンロードできるサイトがいろいろあります。スタンダードのレジンです。Amazon で3400円ぐらい。洗浄にはアルコールが必要です。右は水洗いできるレジンです。Amazon で4700円ぐらい。水洗いできるレジンにしました。ここに注ぎます。レジンは手につかないように注意。手袋を必ずはめます。見やすいようにしばらくカバーを開けたままにします。普通の 3D プリンターはキャリブレーションとか必要らしいのですが、MARS 5 Ultra はキャリブレーションは必要ありません。そっちが動くんかいという感じで下のレジンタンクが動きます。コンコン音がしているのは近所の工事の音です。ダウンロードしたこれをプリントしてみます。レジンの匂いですが多少します。部屋の外まで少しわかります。家の外まではわからなかったです。カバーを閉じれば匂いはだいぶ抑えられます。なおオプションで空気清浄機を取り付けられます。私はつけません。完了しました。まずこのトレイを差し込みます。レジンのこぼれを受けるためです。それからビルドプレートを外します。機械の隙間とかに入ると嫌なのでアナログですがとても良いです。それはいいとしてお気づきのように何もプリントされていません。
なぜだ。初期設定のままだったのを、露光時間を 3.5 秒、初期層の露光時間を35秒に変更しました。再チャレンジしたところ、ビルドプレートにくっついています。スクレーパーを境目に当てて叩くと取れやすいです。水洗いレジンなのでバケツに水を入れてそこで洗います。このハケは失敗でした。歯ブラシのようなコシの強いブラシがいいです。出来上がりと言いたいところですが、まだなんだかぬるついています。二次硬化用のマシンを組み立てます。ふむふむ、スロットマシンが、なるほど。左右を間違えないように。蓋をかぶせないと動きません。付属のメガネをかけます。ボリューム小さくできるようにしてほしいです。何分やればいいのかはわからないので、最初は適当です。台が回転して下からも UV が当たるようになっています。二次硬化器はなくても日光などでなんとかなると考えてしまいますが、完成品の質が違いそうです。でも小さいものなら市販の UV ライトを利用してうまくやれば買わなくてもなんとかなるかも。ツヤが消えてちゃんとできた感がすごいです。レイヤーの高さは初期設定の 0.05 ミリでした。0.01 ミリまで細かくできます。めっちゃ精密に出てる。ブレンダーというソフトを使ってスマホ縦をモデリングしてみました。適当なデザインですがテストなのでまあ良い。時間を飛び越えてあっという間に完了。やばい、トレイのおかげで助かった。タンク内のレジンは紙のロートでこしてボトルに戻します。それからタンク等をバケツで水洗い後、アルコールできれいに拭き取り、元通りセットしておきます。スマホ立ては二次硬化も完了して出来上がりです。
レジンを洗ったバケツは水を捨てずに屋外に出して日光に当てておきます。レジンが固まってカスのようなものが出ますので、それをこし取ってから水を捨てます。これにて一通りのレビューは終わります。今回は洗濯機みたいな機械のレビューはありませんが、しばらくはバケツでブラシを使って手洗いします。今回は水洗いレジンを使いましたが、洗浄にアルコールを使うレジンなんてちょっと考えても個人的に難しいです。モデラーはラッカー塗料などある家も多いと思いますが、アルコールを大量に部屋に置くのはなんとなく火事とか怖いです。何より今回何度かプリントしてみて洗うのが楽でした。後片付けも。これから始める方もレジンは水洗いのものをおすすめします。レジンは各メーカーが多種多様の商品を出しているので、おすすめも変わっていくかもしれません。二次硬化器エレグ・マーキュリーは置く場所があるならばあった方が良いのかもと思いました。3D プリント経験者になったので、今後のプラモ制作にも登場することを確信しました。お楽しみに。